こんにちは、阿部義俊です。なんか1日に3本ぐらいコーヒーの動画が撮れそうですけど、お昼の2杯目のコーヒーです。もう諦めようと思っていた、ちょっと古くなってしまった、そのヨドバシカメラで買った安い豆ですけど、前も一回試したんだけど、引き目を、細かめに、めちゃめちゃ細かくというわけではないけど、できるだけ細かめにして、微粉は目いっぱい取る感じでちょっとやってみましょうか。お湯を温度高めで抽出をゆっくりめにすることで苦味を強く出して酸味を紛らわすみたいな入れ方をすると酸味が少し目立たなくなるというようなネット記事を見たんで、それをやってみようかと。沸騰させて100度にしてしまった。100度はさすがに温度高いんで90、どうだろう、95度ぐらいでちょっと高めの温度でやってみますか。1分ぐらい蒸らしてみますかね。これでダメだったらさすがにちょっとこの豆は諦めかな。なんかその酸味が強い、なんかね、胃にダメージがきそうな感じの酸味の強さを感じるので、あとはなんだっけな、ネット通販で引き立ての豆を通販してくれるとこを見つけたんで、ちょっとそこで豆を買ってみました。緑の館って言ったかな。なんかあと近所のそのコーヒー屋さんいくつかあるので、その辺もいっぺんに買うと飲みきれないので、機会を見てそのうちに、また豆を買いに行ってみようかなと思っています。あとは抽出をゆっくり、あんまり水位を上げないで、ちょっと入れては待ってみたいなのを繰り返すような。山善のこのケトルは割とそのパッと見た中では安い方だったんですけど、意外と継ぎやすくていいですね。豆が 14g なんで 200mg で多分入れていいんでしょうけど、180ぐらいで止めました。そうだ、最後までこれをやっちゃうとなんか雑味が出るみたいな話を聞いたのと、落としきる前に片しちゃった方が良かったのかもしれない。じゃあちょっとこれを飲んでみます。苦味はこういう入れ方を、なんか苦味がなるべく出るような入れ方を意識してみたんですけど、前の動画で見たらなんか酸っぱいお湯みたいになってしまって、やっぱダメだな、これはもうやっぱこの豆は諦めましょう。なんか言い終わる必要だよ。そうか。やっぱ保存とかにも気をつけないといけないですね。今、ちょっとこれをなんか輪ゴムで留めたり、シールでペット貼ったりしてるだけで、なんか適当にやっちゃってるんで、ちょっと真空にして保存するやつとか、ここピチッと留めるやつとか、なんか何種類か買ってみたんで、保存もちょっと気をつけてみます。いや、やめとこう。これはダメだ。ということでした。2杯目のコーヒーは失敗です。失敗というかね、この諦めがつきました。保存が悪かったです。もったいない。いい勉強になりました。はい。では、ちょっとテクスチャー素材を作ろうと思います。これはただの、普通のヤシコピーして、くしゃくしゃにしていきます。まんべんなくくしゃくしゃにしちゃうと面白みがないので、ポイントで何箇所かにこういうくしゃくしゃ度の密度の高い部分と低い部分を、意識して作っていきます。こんにちは、阿部義俊です。今回はちょっとコーヒー動画の変わり種って感じですけど、コーヒーの話であり、同時に絵の話でもあるわけなんですが、ここのとこ何本かの動画でちょこちょこっと話してましたけど、ちょっと安い豆を1キロまとめ買いして、それをコーヒー入れる練習用に使ったりしていたんですけど、開けてだいぶ時間が経ってた。2ヶ月半ぐらいかな。2ヶ月ぐらいか。経ってたんで、なんか味が、まだなんかそんなに劣化するほどでもないと思うんですけど、でもなんか酸っぱくというか、なんか酸味が強くなってきてしまっていて、どうにもなんか美味しいコーヒーにならなくて、泣く泣く廃棄しようと思ったんだけど、もったいないなと思って、何かに使えないかなと思って、そこでふっと思ったのは、ちょっともみ紙でもしようかと思って。要するにイラストのテクスチャー素材を作ろうと思って、自分はその学生の頃とかに
恥ずかしい話ですが、絵の具買うお金がなかったりしたんで、紙のをくしゃくしゃにして、そこにコーヒーとか紅茶とかをボタボタ垂らして、なんとなく色をつけたりして古めかしさを出そうとしたりとかしていたんですけど、その流れでデジタルでイラストを描くようになってからも、何枚かこういう風なテクスチャー素材を作って、これはただのコピー紙ですけど、これをくしゃくしゃにして、ここに紅茶とかコーヒーで色をつけていって、それをテクスチャー素材として使うみたいなことをやってたわけですよ。で随分それもやらなくなって久しいというか、昔作った素材を適当に使い回してたんだけど、そういえばちょっとまた作ってみるかなと思って、豆をちょっと、悪くしてしまって申し訳ないと思いつつ、紳士式のドリッパーがこんなことに使うもんでもないと思うんだけど、電動式の方がいっぱいあるから電動式を使うか、両方使うか、こんなもんか。ついでにさっきの微粉も乗せちゃい、あれどのぐらいかな、これ100グラム超えぐらいの量はありそうですね。100度の沸騰した手のお湯で極力濃く出していこうと思います。紳士式なので、おお、ガスがめちゃ出ている。すごいすごい。おお、すごいすごい。こんなに二酸化炭素でしたっけ？なんかガス出るんだね。おお、へえ。どのぐらいの濃さになるんだろう。ああ、濃いですね。っていうか、むしろ濃すぎて詰まっちゃったかな。お湯が落ちていかないですね。豆のすり方も目いっぱい細かくすってますし、こりゃ落ちきるのにだいぶ時間かかりそうだな。こぼっちゃった。変なことするんじゃなかった。濃くしたければしばらく置いて水分を蒸発させた方が早いかもしれないですけどね。本当はもっと太い幅の広いハケとかでやるんだけど、ハケを今家の方に置いてきちゃって、これしかないんだ。もういいか。この辺に置いておいたら勝手にこの辺がなんか自分が飲むコップでこれをやりたくないな。丸い跡がついちゃうか、これじゃん。しまった。変なことしなければよかった。そうだね。丸い跡がついちゃうとテクスチャー素材としてはそこが使いづらくなっちゃうんで。垂らしちゃっていいかな。本当はこうもっと大きな筆でポタポタっと水滴を垂らすようにして濃淡をつけていきたいんですよね。なんかちょっと日本画の頃になんかこんな風に絵の具をボタボタと垂らしてたな。ルミックスが今撮ってるメインのカメラが30分までしか連続で撮れないから、シグマ FP で撮ればよかった。こんな熱い筆で筆やったら筆が傷むじゃないか。なぜ気がつかなかったんだ。真っ黒ですね。だいぶぬるくなってるから、筆は大丈夫か。もう一回ここに垂らし込んだらもう一個濃くなるかな。やめた方がいいかな。これをドライヤーで乾かしたいな。ドライヤーここに持ってないんですよね。ペタッとくっつけてると乾くのが遅そうだな。そして立ててると下に流れてきちゃうんだよね。それが結果的にテクスチャーとして綺麗に出るかどうかだな。お湯いっぱいあるな。紙もう何枚か作るか。案の定30分で切れてましたね。新しい紙で今度はこれはランダムにくしゃくしゃにやったけど、今度はちょっと横方向にシワの向きを少し一方向にしてる。これもなんかね均等にやっちゃうとね意外と面白くないんですよ。なんかだからちょっとよいしょ、密度のあるところとあんまり折れてないところを作った方がいいような気がしますね。
ドライヤーが欲しいな。ドライヤー以外でなんか乾かす方法ないかな。どっか段ボールをもっと広げて乾かすスペースを作るか。もっとね、紙がね、ボロボロになる、破ける寸前ぐらいまでいかないと、紙の繊維にこう、染みていかないんですよね。何の仕事の人なんだ、これも。ケント紙でも作るかな。なんかコピー紙よりもケント紙の方がこの目がしっかり出るかもしれないな。折るのが大変ですけどね。ちょっと均質に折りすぎたか。学生の時作ったやつはもうこれをボウルに入れてガンガンに煮出して蒸発させて、そこに出がらしの紅茶のティーバッグとかもボンボン入れてインスタントコーヒーをガバガバかけたりして、もっとめちゃめちゃに濃いやつを作った気がするな。剣としても作ってみるか。これは折るのが大変だな。多少ね破けちゃっても後でスキャンだけできれば。コーヒーの動画と絵の動画が全く関連がないと思ったら、今2つのどうでもいいことが1つにつながりましたよ。コーヒーで絵のテクスチャーを作るっていうね、多分ダメだと思うけど、なんかその関連性はYouTube のアルゴリズム的には何の関連もないことやってる人になると思いますけど、手を切りそうだな。こんな感じに乾いてくるじゃないですか。これ難しいもんで、結構やっぱりまんべんなく染みてしまってのっぺりしちゃうじゃないですか。これが色のもっとね濃淡がガンガンに出てほしいわけですよ。それが難しい。よいしょというようなノウハウを話したところで、これを真似してやる人はいないと思いますけどね。でもデジタルで絵を描く人もなんかテクスチャーを自分で作ったり、いろんなところのもちろん素材集みたいなものを使っても全然いいんですけど、なんか自分で作ると愛着が湧いたり、他の人は絶対こんなもんやんないじゃないですか。だからなんか独自性がもしかすると出るかもしれないですよね。もっとねこの紙の繊維が浮き出るぐらいこうなんか深く折ってる紙がもっとそのダメージを深く負わせるぐらい深く負ってる部分と緩やかになってる部分とかがなんかね、よいしょ、メリハリができるといいんだけど、意外と難しいな。最初にやったやつはすんごいうまくいったんですよね。なんか2回目3回目とやった時にはなんかやっぱりのぺっとしちゃって、あれ最初の1回はまぐれでどうやってあんなにいい感じのテクスチャーになったのか、やりすぎてるのかな。ちょっと均質にやりすぎちゃったかな。筆で伸ばした感じじゃなくて、こうもっと作為性のないランダムなこう飛び散り方をしてほしいんだよな。もっと片付けてからやんないとなんか周りに飛び散って後が大変そうだな。びっくりするぐらい飛び散ってんの。ちょっと待ってくれ。床もか。でこれを速攻で本当はドライヤーでバッと乾かしたいんだよね。ドライヤーを家行って取ってくるか。もっとでかいハケが欲しいな。紙の繊維を伝ってこう放射状ににじんでいってほしかったんだけど、そこまでのなんかまだ紙にダメージがいってなくて、結構踏みとどまっちゃうな。焦りすぎですね。なんか動画を撮ってるからパッパパッパやんないと動画止まっちゃうみたいなことを考えてるうちに、昔は暇だったならこういうのを日がな一日やってましたもんね。今は締め切りもあるし、なんかこんなことをずっとやってるわけにはいかんとか思って、何かそのタイムパフォーマンスってことが大嫌いだけど、なんか無意識にやっぱりそういうことを考えちゃいますね。ケント氏は裏に抜けていくほど弱くないんで、どうしようかな。ちょっと吸うか。万年筆用のシリンジが、おーおーおー、吸える吸える。すげえな。優秀。これだよ。これは昔はなかった。
持っていなかった道具だから。ボタボタ垂らすのとかも筆よりもこっちの方がコントロールしやすい。ちょっと作為的になっちゃうけどな。ここでなんかこう余計なものを吸い取れちゃうと、同じものをなんか再利用できちゃって、コーヒーが減らねえな。あんなにいっぱい作ったの。今は床に置いた最初のコピー紙に高い位置からコーヒーをちょっと垂らして、濃いエリアと薄いエリアを作ろうとしています。まんべんなく塗るんじゃなくて、こういう飛び飛びの水滴を何重にも何重にも重ねてメリハリが欲しいんですよね。自分のテクスチャーの乗せ方だと、フォトショップでいうとソフトライトとかオーバーレイとかで、あるいはハードライトの薄いやつとかで乗っけて、場合によっては、差の絶対値で薄くして乗っけて、みたいなことをやるんだけど、そうするとまんべんなく淡い色で濃淡がついてるとあんまり面白くならないんですよね。こう際がはっきりしていて、こう濃いエリアと薄いエリアがランダムにこう折り重なってるようなものだとちょっと面白いテクスチャーになるんですけど、早く乾かすには何だろうな。まず加湿器を止めるか。加湿器ついてるな。あとは何だろう。こういうのって仰ぐと乾くの早かったりするのかな。ちょっと動画を止めて間を置くか。ちょっとやって乾かしたところです。こっちが最初にやったコピー用紙でやったやつで、こっちはケント紙です。だいぶ見た感じが違うんですけど、コピー用紙の方がやっぱ紙の繊維がなんていうかな、柔らかいというか弱い薄いので、じわーっとどんどん染みてっちゃうんですね。で、こっちのケント紙の方が水を弾くのか、その紙の厚みがあるから染み込みきらないからなのか、その垂らしたやつがその垂らした部分にこう固まってちゃんと縁ができて乾いてってくれて、こっちの方がテクスチャーとしては面白くなりそうです。ちなみにコピー用紙2枚やっていて、2枚目はこんな感じですね。あんま変わんない。で、この万年筆のインク入れるように買っていたシリンジが大活躍で、これは良かったです。この辺もだからちょっとこういうふうに溜まりすぎちゃってるところをこれでツッと吸って調整ができるんですよ。今までは昔はこれをやった時にはティッシュペーパーを小よりみたいにしてちょっとずつ吸ったりして、この溜まりすぎを調整してたんですけど、これだともう一回巻いたりもできるんで、もっと完全に乾ききらないとまたすぐに染みてっちゃうな。なんかこういう風に縁ができてほしかったんだけど、コピー紙の方はダメかもしれないですね。逆に、ケント紙の方がうまくいっていてよかったです。でこうやってつきすぎちゃったやつを吸ってもう一回巻いたりができるんで、学生時代の自分に教えてやりたいですね。シリンジ便利だよって。よいしょ。そうだな。なんかバリッと一回乾かしてからもう一回やったらちょっとできるかもしれないけど、こっちはこっちでもしかするとこういうにじみが面白い効果になってくれるかもしれないですね。真っ白い部分がちょっと残っちゃってるんで、うまく床を汚すのが嫌でなんかおっかなびっくりになってるな。こんな感じでちょっとずつハンディ扇風機でも買ってこの辺に置いとくとなんか乾くの早いかもしれないですね。このコーヒーもでも明日まで置いとくと腐っちゃってるかもしれないよね。腐る前に塗り切って乾かしちゃいたかったんだけど。てなわけで、何日かかけて、コーヒーを、ボタボタと垂らし続けてなんとなくテクスチャーのようなものができました。どうだろうな、使えるかな。何がしかの役には立つんじゃないかなと思います。よいしょ。さすがにこのコーヒーももうそろそろ腐ってきてるだろうし、こんな道のようにやってしまうとまずいかもな。適当なことをしなければよかった。あとはちょっと、特にこいつが白い部分とそのメリハリが欲しかったんだけど、ポタポタと垂らし続けたんで、その思いのほかこっちはにじみすぎちゃって困っちゃって、こっちはにじまなすぎて、調節が難しいですね。ちょっと塗った方がいいかも。テクスチャー素材として貼り込むときに濃さを調整すればいいんだけど、真っ白のところはフォトショップのそのレイヤーの重ね合わせのやり方によっては
元の画像をすごく白飛びさせちゃったりとか、あるいはその潰しちゃったりとかするんで、もうちょっと色が少し乗っていてほしい。ついでにちょっと濡らしたついでにくしゃくしゃすぎて綺麗にスキャンできない気がするんで、もうちょっとこう伸びてほしい。あ、そうそう、ちょっとこうこれもまた綺麗に塗りつぶしすぎちゃうと違うかもしれなくて、加減が難しいんだよね。なんか要するに作為的にならないでほしいんですよね。あたかも本当にこういう古い紙があるみたいに、古い紙もしくは何か自然現象で汚れた紙のようになってほしくて、自分で筆でやった感じじゃなくて、とにかくこの部屋は寒い。こうしてちょっと塗ってもやっぱりケント紙は強いですね。コピー紙はやっぱり当たり前っちゃ当たり前だけど、水をすぐにじゅわっと吸ってしまって、こうやって安易に塗ってしまった時にもともとついていた淡い色の濃淡を潰してしまわないか。丸1日以上乾かしてるんで大丈夫じゃないかと思って今これをやってるんだけども。もしかするとこいつはしわくちゃにした後に伸ばせるだけ伸ばして一回水張りかなんかしてバチッと伸ばしてこういう処理をした方が綺麗に仕上がったかもしれないですね。そうか。前やったのはもうほんと10年以上前なんで、もう覚えてないな、細かい段取りを。なんか今こそこういうアナログ的な手法がなんか大事になる時という気がしますね。なんかAI がそうだな、なんかうまく絵描きの権利を守りつつ進んでいってくれるといいんですけど、なんかそうならないような気がだんだんしてきてしまって怖いですね。最初に一生懸命入れたシワがあまり意味ないように見えるかもしれないけど、シワのおかげで今みたいに筆で、塗ってもその筆跡にならずに紙の繊維に従ってこう放射状に、にじみが広がってくれて、筆で描いたような作為性をちょっと隠してくれるんですよね。散々シワを折っといてなんだけど伸びないからちょっと伸びてほしい。スキャンこれだときっと綺麗にスキャンできない気がする。どうしよう。あとはちょっとこれを紙で挟みつつ段ボールに挟んで上からなんか重しでもしてちょっとシワを伸ばして、終わりってことにしようかな。こんな感じで、何の話だよこのコーヒーを、無駄にしないためにっていうか、盛大に無駄にしましたけど、何でしょう、ちょっと酸味が出過ぎちゃったコーヒーの供養というかテクスチャ素材を作ってみました。はい、ありがとうございます。